よいしょ。映ってっかな。はい、どうも。はい、ということでね、もう2022年の12月にはなってないんですけど、12月入る前なんですけど、なんか義足でも自由に生きるみたいなチャンネルやのに、義足のこと何にも発信してないって思ったから、今日は義足になった理由みたいなのをちょっと話そうかなと思ってます。俺が足切断したのは2019年の1月17日。もう今からあと2ヶ月で4年。今25歳で、もう25歳。25歳やねんけど、そう、21歳になって、俺が大学3年生で4年生に上がる手前かなの時に、当時住んでた場所が、俺水泳部でずっと部活してたんですけど、水泳部の寮に住んでて、でそこから駅多摩センターっていう駅があったんやけど、そこまでがめっちゃ離れてて、歩いたらね、だいたい25分から30分は絶対かかる。でしかも坂道っていうのめっちゃ急な坂道で、1年生の後半ぐらいから、後期ぐらいからずっとバイク乗ってて、ちょっと小さめの小型のアメリカのバイクエリミネーターっていうのを乗ってたんやけど、ちょうどその1月17日の冬の時期がテスト期間よ、大学生の。でテスト期間中で家じゃダラダラしてまうから一回外出ようと思って、駅前のカフェ行こうと思って、スタバ行こうと思って、でリュックにパンパンに教科書とか詰め込んで、でヘルメットかぶってバイク乗っていつも通り駅の方に俺下って行きよったんよ。その下っていく道に大きい通りがあって、でそこに十字路の交差点があるんよね。でそこの青信号を見て、で青信号やと思っていつも通りで、歩道もまだ青チカチカなってないから、このまま全然いけるわと思って普通にアクセルそのまま緩めずに50キロぐらいかなで、制限速度も50とかだからそれぐらいでブーって行きよって、反対車線見て車来てるかなって最終確認パッてしたら、その来てたなーって思ってた車が曲がってきてたんよ。で曲がってきてたん分かったんやけど、明らかにさっき見た距離と今見た距離でスピードが全く落ちずにそのままこう曲がってきてる感じ。分かる？なんてやろ、青信号、車来とうわ、曲がってくるんかな、停止線越えた、スピード落ちてないみたいな普通さ、だって交差点曲がるとき減速して少なからずね、右左見て、で進行方向、反対車線の進行方向見て、車バイクないな、で歩道誰も通ってないな、行こうみたいな感じで10キロぐらいまでは減速してこう進むやん。直進しようとしてもて、で向こうはスピード緩めずに曲がってきて、俺がちょうどアメリカンやったから、普通のバイクって足後ろなんやけど、アメリカでハンドルよりちょっと前に足があるんよね。だからそれも運悪いんかいいんかも分かんないけど、そこでガーッとブレーキかけたんやけども、そんなの止まるわけないやん。バイクの車体と、車に足潰されて、そのまま引きずられてガードレールまで持っていかれて、車にひかれたっていうのが俺の事故の詳細ですね。はい。でそれで気失って起きたら足なかったとか言ったら全然良かったんやけど、たまたま通りすがった看護師の方がね、そこ人通りめっちゃ少ないんやけど、そこ歩いてた人が看護師さんですぐ駆け寄って、もう見たら分かるやんやばってなるやろ多分。でグワーって来て、で大丈夫みたいな。で目覚ましたらバイクが後ろにあって、で頭こんなんで体こういう感じで、後ろにバイクがあるみたいな。で倒れとってガードレールの端っこで大丈夫みたいな声かけてくれて、で目覚まして、俺それで「すいませんわ、事故ったやらかした」と思って「ごめんなさい、ありがとうございます」ってこうやって普通に俺立ち上がろうとして、まだその足がぐちゃぐちゃになってること知らんからさ、でちょっと事故ったわみたいな感覚やった俺の中ではね。軽い考えをちょっと最初はね、いったと思って、でももうなんか意識朦朧としてるから、とりあえず立ち上がらなと思って、大丈夫ですよって言ってこう立ち上がろうとしたら、体がガクンって傾いたよね。右足パッて下足見たら、足がこっからこうやって一回転してこの状態になってたビビったな。あれにで目覚まで、あれなんで立ち上がれへんのやろうと思って、普通さ、だって立ち上がろうと思ったらさ、普通立ち上がろうと思ったらこのままよいしょってこう立ち上がれるやん。やのにこう立ち上がろうとした瞬間に右足右の方に俺が倒れて、でおかしいと思ってパッて足見たら、その時に足が、こうなってた。一回転して
こうなってて、で俺これ大股開いてこの状態で倒れてて、でそっからもうまあパニックになったね。でその事故った時の状況やけど、こっからもうブチってちぎれてて、皮膚から骨が突き破れてるっていう状況やった。ここは2本骨があるんかな、忘れたけど、でここの骨が1本こっちにぶち抜いて、で道端になんか肉の肉片みたいなのがちょん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 ってで、殺人現場みたいになるさ、なんかこう血がじゅわってにじむ感じあるやん。あれがそのままアスファルトを伝ってさ、こう血がうわーって広がっていくんよ。そうやね、ドラマのまんまみたいな感じで思ってくれたらいいわ。地獄、ほんまに。だってどうにかせなあかんっていうのは頭で分かったんやけど、自分じゃどうにもできひん状況にあるから、もう今の見てる状況がね、そうなったらもう人ってもうほんまに頭バグるんやなと思った。でもその中でも俺ほんまに左ポケットに入れてた携帯出して、とりあえず LINE 開いて、おかんに電話して、で「もしもし」って俺が言って、お母さん「え、何どうした?」みたいな「え、何?」みたいな、急に俺そんな電話せえへんからさ「何どうした?」みたいな「話が」とか言ってずっと俺叫んでたから。でそれを聞いてた多分看護師さんが俺の携帯を取って「話変わるからちょっと携帯貸して」って言って携帯バッと取って「もしもしお母さんですか?」みたいな。なんか息子さんが事故に遭ってもしかしたらなんか足がもうなくなるかもしれませんみたいな。すいません後で救急車も呼ぶのでなんかこの後また連絡し直しますみたいな連絡をしたらしいよ。で後々おかんにそれ聞いたらお母さんも訳が分からんかったらしい。だってさ、俺は東京に一人暮らししとるわけで、おかんはまあ兵庫県におるわけやん。兵庫県の実家が兵庫県なんやけど、1月17日その俺が事故した日がたまたまおじいちゃんの誕生日やったんよ。誕生日のお祝いにお母さんもばあちゃん家に行っとって、でその時に電話急にかかってきて出たら「あ、息子さんが事故で足がなくなるかも」めちゃくちゃパニックになったらしい、おかんも。でそれをまあおばあちゃんにも話して「急いで支度してもうすぐ行き」みたいになっておかんも来たらしいんやけど、そうっていうのもあって、そうでその後すぐにその方が救急車呼んで、で消防隊の人みたいなのも駆けつけてくれて、で救急隊が来たんやけど、でまず最初に何してくれるかって言ったら、まずは意識の確認で、もう一人が止血、まずは止血してくれる。もうここガーって包帯みたいなのガーって縛って、で止血してくれて、その間に意識目こうやってわーってやって「大丈夫ですか?」みたいな。で「呼吸ある？意識ある？」みたいな「これ見える？何本か見える？」みたいな言って「あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。言葉喋れます」みたいな。で今救急病院で手術できる病院先、入院できる病院先探すからちょっと待たなあかんけどみたいな。で3分ぐらい2分か3分ぐらい待って、決まったからこのまま移動するねって言って担架に乗せるんやけど、この状態じゃ担架に乗せられへんから、大股開いてる担架ってさこれぐらいなんだ、幅だからさ、大股開いてたら担架乗せられへんのよね、よう考えたら。で担架に乗せるからちょっと頑張ってねみたいな、足戻すからちょっと頑張ってって言われて「はいはい」って言ったよ、気軽に。担架乗せるだけやなと思って「はい」って言って見てたら、僕から「行くよ」って言って一人がガッと押さえて、もう一人が足ここ持ち上げて、で下にねなんかそのギプスみたいな固定するのをここにかまして「せーの」って言って、このまま足こっちにグリーンって戻して固定すんねやんか。でもさ、一回ちぎれた足をもう一回こっちに戻した瞬間がほんまに悲鳴上げた。ほんまにもう泣き叫ぶってこういうことなんやぐらい、ほんまに泣き叫んだ、そっから。でせーのって担架乗せて、でカチャってなんか上に上げて、そのまま救急車の方に持って行って運ばれて、でその時にこう運ばれていく時に最後ちらーってこう事故現場を見たんやけど、もう車なんかボンってへこんで、でなんか急ブレーキ踏んだ後みたいなのがあって、血がブワーにじんでバイクが捨ててガードレールのところに突き飛ばされてあって、それ見た瞬間にあ、俺なんか死ぬんかもなと思った。目こんなやったもん。目開いてるつもりやのに見えてるし。